はい、皆さんこんにちは。今日は楽しい日です。この下呂市の、お寺、玉龍寺という、お寺に来まして、インタビューをしようと思ってます。で、お坊さんの方が対話してくれると言いましたので、それをすごく楽しみにしてました。で、いろいろ質問をしたいと思いますけれども、まずちょっと簡単な、自己紹介をお願いします。はい、では動画をご覧の皆様、はい、こんにちは。ハンさんこんにちは。はい、こんにちは。私は、岐阜県下呂市にあります、玉龍寺臨済宗妙心寺派の玉龍寺という、禅宗のお寺の住職で佐々木法覚と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。簡単な自己紹介ということなんですけども、年齢は、43歳です。で3年前からこちらの住職になりまして、私の父、先代である私の父から、後を継ぎまして、3年前の10月から、住職をさせていただいております。はい、はい、そうですね。で、ここは禅寺ですけれども、海外の方も結構気になる言葉と思いますけども、禅というものなんですね。この、禅のお坊さんの毎日の生活は皆さんがわからないと思いますので、大体どんな流れですか？はい、まず朝起きまして、はい、朝のお勤め朝課というんですけども、朝のお勤めを本堂で、お経をあげます。これがだいたい30分から40分ぐらいで、その後は日天掃除といいまして、日にちの日に晴天の天と書くんですけども、外の掃除をざっとやる。でとても広いのでやりきれないので、ここからここまでをやりますよと決めて、やってで、朝食をとります。でそこからはお寺によって違うと思うんですけども、檀家さんのお宅を、お経周りに行ったりとか、あとお葬式があったりとか法事があったりとか、で、日中を、そのホームで過ごしまして、だいたい4時か今だと5時から6時ぐらいですね、にまで、仕事をいたして鐘をゴンとついて門を閉じるというような生活ですね。夜は夜で事務仕事がありますんで、事務をして、だいたい10時から12時に寝るというような生活です。なんか食べ物とかも特別な食べ物があるとよく聞きますけれども、ですね、大体禅宗の寺院は精進ということで、お肉魚四つ足のものは食べてはいけませんよということになっているんですが、いただいたものは、全て食べるというルールがまたありますので、厳密にベジタリアンビーガンをしてるかっていうと、肉も魚も食べる時ありますし、かつおだしを使うこともあります。なるほど。はい、基本的にはそんなに肉魚を好んで食べるということは私自身はしないですね。なるほど。でこのお寺のことですけども、結構長い歴史ですね。ちょっと勉強しましたんですけども、なんか途中で燃えたみたいですよね。でいろんなこの飛騨ですか、飛騨の遠野様みたいな方とか関わったりとか、そこら辺はちょっとお聞きしたいと思いますね。お寺の改装自体は、奈良時代奈良の大仏を作るのに尽力された行基菩薩がこの飛騨の地を訪れた時に、非常に霊地だということで、薬師如来を彫って、収めたのが始まりですね。それから、衰退と、復興を繰り返し、禅宗になったのは江戸時代です。でそこから一度焼けまして、本堂が、火事にあって焼けまして、復興して、でその現在の本堂は、江戸時代の大体300年ぐらいのものということですね。で飛騨の殿様金森っていうんですけども、金森家が、玉龍寺を菩提寺にするということで、ご寄付をいただいて、建てたということで、飛騨金森家3代のねお墓が、玉龍寺にもお祭りしてあります。お墓ありますね。このお寺は、もみじで有名ですね。
もみじそうですね、うん今 SNS っていうのは非常に皆さん活用されてると思うんですけども、昔から自然映えのもみじっていうのはね昔からあったんですけど、私の母が数を増やしまして、その京都に行った時にこうもみじの種を持ってきて、生やしてこうそれを境内にね植えていったんで、大体何本あるんかな、もう300本ぐらいあるんじゃないでしょうかね、もみじ寺として非常に知名度が、上がってきております。たくさんの人が見に来るんですね、秋はそうですね、はい、ちょうど下呂温泉の行く途中にありますから、何も看板も出してないんですけど、もみじの看板を見て上がってくるという感じです。なるほど。お寺の名前もとても美しいと思いますけども、玉龍寺、そうですね、イメージがとってもいいですけれども、どんな意味があるんですか？ですね、これは分かりません。正直ですね。分かりませんけど、人に障害よくね、玉龍寺ですって言うとどういう字ですかって聞かれるんで、ドラゴンボールですと。ドラゴンボール。お答えします。面白いですね。はい。分かりやすいですね。そうですね。僕は今でも日本語を勉強途中ですけども、ドラゴンっていうのは2つの字がありますよね。ありますね。どうしてこのちょっと細かいんですけども、この字は少し複雑な方なドラゴンですけれども、なんかそれは違うんですか？ですね、古い画数の多い字の方が古いですね。でもっと古いと読み方も龍というふうになるんですけど、おそらくこっちが本当龍の形をこう漢字にしたものだと思いますね。簡単な方の龍はどっちかっていうとこう亀に近い、そうですね、そうですね。玄武っていうのがいるんですけど、あれも亀のような龍のような。あれの当て字なんじゃないかなと。それでこの禅の話ですけれども、昔からもう60年代からと思いますけども、アメリカとかもすごく全部流行っていましたけども、今でも気になる人がたくさんいるし、どういうものかというと、宗教でもない哲学でもない何でしょうかと私もいつも思ってますけれども、なんかどうでしょうか？禅というのはこれ私のね解釈なんですけど、ディャーナというサンスクリットの言葉の音を当てた、でこれは瞑想ですね、瞑想です。皆さんいろんなねやり方で瞑想っていうのがあると思うんですけども、その瞑想をただするだけじゃなくて、その時に自分がこう目指すべき方向をこっちだよと正しく体系づけたのが、日本の禅じゃないかなというふうに理解してます。だから簡単に言うと瞑想です。基本的に仏教というのは何でしょう、私のイメージとしては、天国にどうすれば行けるのかということよりも、今の生活の中でどうやって楽になるというか、どうやって悩みがなくなるとか、苦しみとか、そういうのは中心かなと思ってるんですけど、非常にその通りだと思いますね。今この瞬間をどのように生きるのかというのを行じていくのがまさに日本の禅宗のあり方だと思います。それは座禅もそういうことですか？今の瞬間を感じるというか、意識するというか。まさにそうですね。本当ですか？いかに今この瞬間になりきるか。でそれがすごくうまくいったら、それは悟りということですか？その悟りということはね難しいんですけど、それをやりきったというかやっていく先に体験するものというふうに、言っていただいたらいいんでしょうか。っていうのはね、悟りがあるからそこに行きたいと思ってやると、それは瞑想の邪魔になるんですよ。なるほどなるほど。これ面白い。そうです。なのでなるべくまっさらな気持ちで瞑想に取り組んでいただいた方が私はいいなと。なるほどね。いうふうに思いますね。とりあえず今を。そういうことです。今でしょうという流行る言葉もありますけど、そういうことですね。今でしょう。なるほど。へえ。
難しいちょっとはよくメディテーションとかやってる人たちもよく聞くんですけども、すごくいろんなことを毎日考えてることは、頭の中に回って邪魔しちゃうと、例えば10秒でももう無になれないっていう人も結構多いと思うんですけど、どうやってこう無になるんですか？これはもうやるしかないですね。やるしかない。だからやっぱりそこにこう指導者というものがね必要で、自分で自分今無になった、今になりきった、って思うと、もしかしたらそれがこう間違ってるかもしれない。それを意識してるから。そういうことですね。だからそういうことを教えてくれる指導者っていうのが老師ってね言われる人なんですけど、そういう人がいると、こう道を間違わずに行けるかなっていう感じですね。何にもない空間に入る、もう想像もつかないですね。メタバースと一緒ですね。そうですね。言われても分からない。そういうことです。体験するしかない。そういうことです。なるほど。そこでリンクがあるかもしれないですね。そういうことです。体験して初めて分かるものです。なるほどね。そこはメタバースと同じですね。そうですね。ヘルセットかぶっておーって思ったら、そういうことです。そういう感じか。そういうことです。素晴らしいね。じゃあ昔からあるメタバースですね。そういうことですね。全バースというか。何でもそうですよ。はい。ここに美味しい料理があります。何か好きな食べ物ありますか？何かありますか？好きな食べ物はたくさんありますね。今は一番好きこの岐阜県のね味噌が大好きだから。味噌いいですね。味噌のそのおでんの味噌煮込み、真っ黒なやつ、見たらびっくりするんだけど美しくないんですけども、食べたらおおすごい、それは大好き。その美味しさをハンスさんが私にどれだけ伝えようとしても、食べるのが一番早いんですよ。そうですね。そういうことです。そうなんですね。目の見えない人にオレンジ色は何色かって教えるのは難しいですね。そういうことです。そういうことです。なるほど。その悩みが分かる。僕らはメタバースのことで悩みがありますね。いくら言っても体験しないと分からない。そういうことです。おーすごい。今どこですか？今真ん中の部屋です。よいしょ。すごい、ちゃんと隙間空いてるってことはこの襖動くんかな。もしかして。開くように後で作りたいって言ってた。すごいですね。ありがとうございます。まだまだ途中ですよ。